はい、おはこんばんちは、むつパパです。今日もパリがやっていこうと思います。タイトルの通り、家具の配置や空間を意識してみようというテーマで行っていきます。動画の前半では、この5項目を後半にもう5項目紹介をしていきます。では行きましょう。斜め置きにする。こういった斜め置きなども工夫していいんじゃないでしょうか。では2つ目ですね。2つ目いきましょう。次は照明。今現在照明一つでこのぐらいの明るさなんですけども、照明を増やすテーブルの上に置くわけなんですが、暗いところに置いた場合、暗いところをちょっと照らすだけになるんですが、あえて明るい場所にプラスをしてあげることで、見た目にコントラストが生まれます。さあ続いて3つ目。これはもう単純明快なんですけども、今壁がのっぺりしているので、壁に立体感を持たせましょうということで、例えば空いたスペースに壁棚を設置してあげる。非常に壁棚を設置することで簡単な方法ではあるんですけども、壁がのっぺりしなくなって立体的になるので、その分だけ見栄えもまた大きく変わってくるのではないでしょうか。はい、4つ目、ラグを設置していくことで、例えばラグをお部屋のど真ん中に1枚置くだけでも見た目は随分変わりますよね。ラグの上に家具を置いていくことで、先ほどまでのっぺりした感じの空間はだいぶ見た目も変わっていきますよと。はい、では5つ目。5つ目は本棚もしくはクローゼットを間仕切りとして使うという方法ですね。例えばベッドがあります。ベッドスペースの間仕切り、空間を仕切ることで立体感が出てきたり、だいぶ見えやすさが変わってきますよね。少し工夫をしてあげることで、追加をしてみましょうか。本棚を使って間仕切り風にしてあげると。これは、クローゼットですね。クローゼットも間仕切り風に使ってあげる。そうすることで若干パーテーションといいますか、パーテーション使ってもいいんですけども、本棚を使って間仕切りにしてあげることで、ベッドルームを隠すことができるといった方法になります。さて、前半部分だけでもかなりお家が変わったのではないでしょうか。後半部分のこの5つを加えることで、さらにお家の雰囲気が変わっていきます。引き続き後半部分をお楽しみください。さて、6つ目。6つ目は単純に色を変える。で、色を変えるというと、全部色を変えてしまうっていう方法もあるんですが、ワンポイント、差し色として色を変えてあげるっていう方法も非常に有効なのではないでしょうかと。ベリーに変えてみたわけですけども、今現在、通常のノーマルの色があります。で、ベリーに今回色を変えたわけなんですけども、色変えをした椅子を置くだけで、ポイント、差し色っていうんですかね。ファッション好きな方はいろいろ差し色とかっていうのを使って、え着るものであったりとかっていうのをうまくコーディネートすると思うんですけども、同じような感じで、元の色にちょっと違う色を混ぜて際立たせる、もしくはそこにコントラストっていうんですかね、色の差をつけて雰囲気を変えてあげるというように見せると。では7つ目です。7つ目はちょっと緑を加えてあげると。
で、緑を加える場所なんですけども、やっぱりこうよくあるのが窓際に緑って置いてあるもんですよね。窓際とか、あとは角っこっていうんですかね、部屋の四隅なんかになるべく光が当たりやすそうな場所に置いといてあげると、こうちょっとした生活感も出て見栄えも変わってくると思います。さて8つ目なんですけども、8つ目は小物で彩ると、生活感のある小物を置いていくことでより空間に締まりが出てくるというものですね。小物といえば、ちょっと机に、そしてちょっと台の上に並べてあげるだけでも簡単に変わってくるものですね。ちょっとひまわりを置いたり、端っこに、はい、どんどん置いていきますね。どんどん置いていって、小物を各場所に散りばめてあげる。今回ほんのちょっとだけ置いてみたわけなんですけども、ほんのちょっと置くだけで全然最初との雰囲気が大きく変わっていきますので、小物でアレンジをする。で、小物はいろんなものを置いていただければ、今回農場風のみで、行っているのでこんな形になってますけども、いろんなアクセントになる小物よ、はい、こういったろうそくであったりとか、そういったものを活用していけばいいのかなと思います。さて、9つ目なんですけども、9つ目は1箇所に物を集中させるっていう方法ですね。なので、例えばぬいぐるみ、いろんな種類があると思うんですけども、ぬいぐるみを1箇所に固めてあげて、で1箇所に固めることによって、コレクションですかね、コレクションルーム、コレクションの展示棚みたいな扱いをしても若干こう綺麗に見えますよという方法のものですかね。ですね。若干お家の雰囲気も変わってきますよね。最初ののっぺりした感じから間仕切りを使ったり、立体感を壁に与えたりという感じで変わっていきます。一箇所に集中させるという方法もありなのではないでしょうか。そして最後、10個目。10個目、これは単純なんですけども、マットを用意する。お部屋の中央にラグを置いたんですけども、ラグだけではなくて、入り口に置いてあげる。いわゆる玄関マットですね。玄関マットを加えるだけでお家の雰囲気も変わってきますよというものになります。さて、ちょっとしたことなんですけども、ただ置いていくだけでお部屋の雰囲気が変わる方法の紹介では、ちょっと最後にもうちょっとだけここきれいにしてみたいと思います。追加をして、では振り返ってみましょう。さて、10個の項目を行っていきながら、ちょっと動画では雑に、並べてしまったんですけども、ちょっとだけきれいに並べてみました。並べてみたらどうなるか見てみましょう。今紹介した10個の項目を合わせることでお部屋の雰囲気がこれだけ変わりますよというものです。置き方としてはそんなに複雑なことはしておりません。いろんなものをただ置いてちょっと置き方を変えたという方法になります。はい、本日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価の方ぜひよろしくお願いいたします。